こんにちは、ギターの上谷です。今日は二重奏を初めて、私のチャンネルでは初めて二重奏やってみるっていう試みでやってみたんですけど、その一緒にやってくださるギターの方として長谷川育夫さん、ギタリストの長谷川育夫さんにいらしていただいたので、こんにちは。今もう二重奏を取り終えたところなんですけども、その感想とか、そういったことを含めてちょっと話に付き合っていただこうかなということでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の二重奏の特徴というかフィーチャーしているのは長谷川さんもアントニオ・マリンというスペインのギターをお持ちで、私のチャンネルをご覧の方はご存知かもしれませんけども、私もメインのギターとしてはアントニオ・マリンを使っているので、同じアントニオ・マリンモンテロという楽器2台で二重奏をするのも面白いかなっていうことで、長谷川さんは本当はいっぱい楽器をお持ちなんですけどもこれは長谷川さんもYouTube チャンネルをお持ちなので、そちらをご覧の方はご存知かもしれませんけども、本当にいっぱい楽器をお持ちなので、その中の1台なんですけども、それを持ってきていただいたので、まずねちょっとその楽器について長谷川さんご自身に楽器を紹介していただこうと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと、これは私のマリンなんですけど、じゃあちょっと上谷さんのマリンもちょっと並べてみてみましょうか。意外とね、こう見た目もちょっと違うんですよね。どうでしょう、色合いが違う。こっちの方はちょっとオレンジ色っぽいっていうか、ね、そうですね。こっちは割と白っぽい、ちょっとね、黄色っぽいっていうか。動画ではね分かりにくいかもしれないですけど、私の方がただちょっと新しいっていうこともありますけど、少し白っぽい。もともとのね、多分ねニスの色が違うと思うんですよね。こっちは割と透明なニスをかけてるので、もともとの白木の色で、それで経年で黄色くなってきてるんだと思います。こっちもそうだと思うんだ、そういう部分もあると思うんだけど。そうですね。新しいと言ってもこれも2006年なので、もう20年近く経ってますからね。そんなに新しくはないかな。こっちは75年なので50。そうですね。だからほぼこのギターとも30歳ぐらいね年が違うっていうことですね。そうですね。横裏は同じハカランダですよね。そうですね。これは本当にこうハカランダらしい木目がね、特に。マリンはでもハカランダは多いですよね。あんまりローズのギターって見たことないような気がするな。そうですか。松ローズとかの杉も珍しいですけどね。そうですね。松ハカが多い楽器ですかね。あとこのヘッドのデザインとかも違うんですよね。はい。これね、私のやつは、1975年で、この後ね、マリンは、ブーシェっていうそのフランスの一番有名なっていうか、高名なっていうかな、ギターメーカーとその出会いがあって、でその影響を受けていわゆるブーシェモデルっていうモデロ B っていう B モデルっていうのを作り始めるんですが、それがこっちの楽器ですね。今は、去年でもうなんかその制作をそうですね。今日本に入ってますけど、最後じゃないかと言われる楽器が、最後って言われながらねとりあえず去年はありましたね。ひょっとしたら25年もあるかもしれないですね。ただ実際相当ご高齢でもう90代か、90近いぐらいのご高齢だと思うので、なかなかねお元気だとしてもなかなか制作をするのはね、続けるのはね、むしろよく続けられてるなっていう感じですよね。周りの、スタッフっていうか家族っていうかね、そうですね。甥いの人でしたっけね、ホセマリンねと一緒に工房やってるんですよね。そういう人たちの支えっていうか、助けもあるんだと思いますけどね。でもいいギターをいっぱい作ってますね。そうですね。だからこれは2006年なので、その今90ぐらいのっていう年齢を考えると、70ぐらいの頃に作られた楽器なのかなと思いますけどね。で大体ねこの楽器を作られて、このタイプのね、古いタイプの楽器を作ってたのが、およそね、私の記憶では78年ぐらいにね、の制作のこのラベルなんだけど、顔もこれで色もこれなんだけど、構造が
ブーシェモデルだっていうやつはね一回見たことがあります。78年ぐらいの作でっていうことですね。そうでその後デザインがこっちになって、でいわゆるもうしっかりしたそのモデロ B っていうのが出てきたっていうような気がするんですよね。過渡期だったのかもしれないですこね。の辺がその、ブーシェと合う、前夜ぐらいの楽器なんじゃないかなと思いますね。でもやっぱりその比べてみるとぐっと違いましたよね。上谷さんにも弾いてもらいましたけど、どうですかこういうイメージ。そうですね、ちょっと貸してもらってお互いね持ち帰っても弾いてみたんですけども、ちょっとどっしりしてるなっていう感じですね。重量もこっちの方があって、そうですね、ちょっと重いです。で重さもちょっと重いし、弾いた感じちょっと低音がどっしりしてるなっていう。で反応もこのギターはすごく反応が速いギターだなって感じてるんですけど、それよりはちょっと重いっていうんですかね、そういう感じ。ただ横で聴いてるとですね、要するに長谷川さんが弾いてらっしゃるこの楽器の音を聴いてると、なんか自分のマリンの音に似てるなっていうのはすごく感じましたね。やっぱり同じ人が作ってるからね、年齢が違ってもね、だからモデルは違ってもやっぱりその制作家の音っていうのはあるのかなっていうのは感じましたね。やっぱその手が作ってるっていうのは大きいような気がしますよね。でその内部構造とか外形とかはなんていうかな、それぞれ違って、その性格も出てくるんだけれども、その人の作るその手の音っていうのがやっぱりメインに出てくるような気はマリに限らずね、あるような気がしますよね。ちなみにこれはね、内部構造がラミレスとかに近いんですよ。そうなんですか。ラミレスに1本木を足してるぐらいの力木足してるみたいな、でこっちの方がブーシェの構造なので、やっぱりちょっと違うんですよね。そこでね、アントニオ・マリンのだいぶ変わったっていうことにはなってますよね、一般的にね、ブーシェにあってからっていうことでね。そうこっちの方は少しだからよく言えばそのボリュームがあるっていうか、そのボリューミーな感じ。そうですね。それにやっぱりちょっとどっしりした、今時こういう言い方は古臭いのかもしれないですけど男性的な感じっていうんですかね、がっちりした感じがちょっとして、これはね自分で弾いてるとね、人にどう聞こえてるかって少し分かりにくいところもあるんですけど、もう少し軽やかな感じかなっていう感じはね、そうですね。芯がしっかりしてるんだけど、やっぱりその軽さっていうのかな、いい意味でのね、軽やかさ、反応の速さっていうのかな、そういうのを感じましたね。ただね、やっぱりちょっと借りて弾くだけの楽器と普段弾いてる楽器とそれもありますからね。ただパッと持った感じ、同じマリンでこう耳で聴いてる感じだと音は似てるけど、でも少しどっしりした感じかなっていう感じはね、しました。あとネックはやっぱこっちの方が太いような気がしますね。そうですね。全体に楽器ががっちりしてるね。ごつい感じですよね。そっちのこう構えてみるとね、やっぱこの幅の違いなんかも若干感じるな。そうですね。ミリとか1センチとかほんのちょっとの違いなんですけど、特にネックとかはね、かなり感じますよね。そういう。あと上谷さんの楽器はこれがいいですね。糸巻きですか。これはロジャースに書いてますから。はい。これもね、前にマリンの動画上げてるので、そちらでもねちょっと話してるんですが、これを買ったのはこれ中古で買ったので、2010年の末、5年ぐらい経った頃に中古としてね買ったんですけど、その時にちょっと贅沢して糸巻きはロジャースのに買いました。機能性ももちろん保証付きですけど、綺麗ですよね。美しい。これはオリジナルなんです。これフステールですからね、昔ながらのフステールで、いわゆるここにリラハープがついてるリラがついてるモデルで、ラミレスなんか使ってるやつですよね。そうですね。っていうか私は恥ずかしながら一応仕事でギターは弾いてるんですけど、楽器については最低ぐらいあんまり詳しくないんですよ。で本当にさっきもねちょっとご紹介しましたけど、もう長谷川さんはもう私は本当に楽器博士だった。いやとんでもない、もう恥ずかしい。でそもそもね長谷川さんとこんな風に
一緒に弾かせていただく一番最初の頃にお会いしたのはもうだいぶ前だと思うんですけど、まあ私はそもそも長谷川さんの、当時ブログでしたっけね、はいはい、ブログを書いてまだ YouTube なんか、今もやってますけどね、なかった頃にブログに楽器の話をいろいろ書いておられて、それを見てこっそり勉強してた私の楽器の知識不足をそこで補っていたみたいな感じだったんですね。でその後、今も YouTube でね楽器関連の動画もいっぱい上げてらして、で特に、いろんな楽器のねこういう弾き比べみたいなこともされてますけど、メンテナンスの話なんかもいろいろされてて、そういうのは私も知らないことがちょっと恥ずかしながら知らなかったみたいなことがいっぱいあって勉強させていただいてるんですけど、なのでそのね、こういうフステロはもちろん名前は知ってましたけど、そういうねリラタイプみたいなそういうのは、リラがついてる、そういうなんですね。で私もラミレスも昔使ってたんですけどね、あんまりそこまで知らなかったっていう感じですね。そうなんですね。でもね僕はやっぱりねこの制作する人が好きなんですよ実は。その職人っていうかね、作る人っていうのはねものすごい尊敬してて、で出来上がったこう作品ももちろんなんですけど、でそれを通しこの楽器を通してその作ってる人のなんていうのかな技とか心とか、あと時代とか、住んでる地域とか、そういう文化みたいなものが全部こういうところに凝縮してきてるっていう、そうですね、確かに、アントニオ・マリンはねグラナダ派というかね、グラナダで工房を構えてる制作家ですけど、同じスペインでもねグラナダとマドリッドでやっぱりちょっと違うっていうのは言われますし、もちろん国でねそれこそハウザーみたいなドイツ系の楽器っていうのもありますしね、そういう違いなんかも面白いですよね、いろいろね。そうするとねだからそれを比べてみたいとか、感じてみたいとか、持ってみたいとか、そういうところにね駆られるんでね、もう再現がないですねこういう楽器の楽しみっていうのはね。確かにね、でもなので本当にこの楽器博士にちょっと何かを聞き出せば際限なくいくらでも話は出てくると思うんですが、今日はやっぱりマリンにとりあえず絞ってお話をね伺おうと思うんですけど、あと塗装が綺麗ですよねマリンってね。塗装が綺麗っていうのはすごくマリンのその評価をされるときに言われることですね。そうですかそんなことも私は、ですごくいい人だって聞きます。いろんなことを教えてくれる。それでグラナダの、グラナダ派っていうかね、そのグラナダの音楽ギター作りを、その支えてるし、その頂点でもあるっていう。年齢的にもね多分年長っていうこともあるでしょうし、多分人柄っていうのはそれは割といろんな人からね聞きますけど、で日本でもねねじめさんとかね、そうですね、ねじめさんの息子さんマリン君とかも習いてるし、あとなんだ三味浦さん、名前は人とかも習ったっていうか、そういう影響を受けている、名前時々聞きますよね、いろんなそういう、そのマリンの影響を受けた人、グラナダにはいっぱいそういう人がいますけどね。あとマリンっていうのはさっきお話出ましたけど、その甥いの方ホセマリン、あとパコ・サンチャゴ・マリンっていう人もいますよね。あの人も親戚ですよね。すごい売れてるらしいですよ。パコ・サンチャゴ・マリンは今ヨーロッパではすごい人気だっていう。人気だって言いますよね。で実際この間某楽器店に入っていたので弾いたんですけど、とってもいい楽器だと思いましたね。でもやっぱり顔はよく似てるんですよ。そうですよね。そう板の感じとかね。でやっぱりこのデザインなんかもねよく似てて、でそうなんですけど、やっぱりね当然ですけどちょっとこうギターとしての味わいはちょっと違って、でもいいギターでしたね。やっぱりこうおしなべてこう明るいくてこう滑らかな感じっていうかね、それがありますよね。それは一般的にスペインギターに持つ、少なくとも日本では割と
スペインギターのイメージかなとは思いますけどね、そういう明るい感じね、でもやっぱグラナダのギターはそういう意味では柔和な感じとかこう柔らかさ滑らかさみたいのが、割とよく出ているのがそのグラナダの僕はイメージですけどね、マドリードの方はもっと鋭い感じとか、がっしりした感じとかっていうのがちょっとあるような気がしますけどね、もちろんだからそれこそ今はもうなんていうのかな、交通とか文化も行き来が大きいのであんまりこう地域でねなかなかそうやってまとめていくっていうのは、昔ほどそういうのはねあんまりもういろんな情報なんかも共有してるでしょうし、お国柄とかね土地柄っていうのが出にくくはなってるような気もしますけどね、でもそうですね、マリンの中でもねもう何本ぐらい作られてるのかわかんないですけど、でもすごくなんていうのかな、マリンの楽器はばらつきが少ない感じがしますね。どれも割と良い、一定レベルをクリアしてる。それは、そこがやっぱり一つね、いい制作家ってそうなのかなっていうのも感じますけどね。人によってはね、制作家によってはこれはすごくいいけどこれはなんかあれっていう同じ人が作ってるのかなみたいなやつもそういう制作家もいますからね。そう思うと非常に安定していい楽器をどんどん作っていたなっていう気がしますね。でも本当ね30年の違いでね、私はやっぱり時代的にも日本に入ってるのはこのモデル B ってやつが多いとは思うんですけど、ちょっとねもともとどんなの作ってたんだろうっていうのは興味があったので、ちょっとねそういう意味で今日面白かったですけどね。ちょっとじゃあ弾き比べでもしてみましょうかね。なんかねせっかく2台あるから。そうですね、どういう形で同じ曲を持ち帰って弾いてみたらいいんじゃないですか。ランクラージュマンとか。ランクラージュマンせっかくね、さっき弾いたんで。はい。まずねこれはそれぞれ自分のギターを持ってっていう感じですね。じゃあちょっとやってみます。なんかね、やっぱり持ち替えてじゃあちょっとお借りします。はい。弾きやすいね。なんかこうやっぱり音の出がこうスッと出てくるので素直ですよね。これはなんかね。でちなみに弦は何を貼ってました？これは。これはね私は。だけど。僕爪なしです。そうですよね。そうそれも。